にそこら辺を教えてもらえるとベクトル、行列の計算を覚えるモチベーションにもなりそうですね。ちょっと待つのだ。途中から行列じゃなくて連立方程式の話に変わってるのだ。つまりコンピュータは中学2年生にも劣る存在。ちなみに DS 検定でも出題される公式みたいね。 G 検定の方は今のところ出題されてないみたいだけど、それほど複雑な演算にはならない。複雑な定義を問いたい。今更な気もするけど、そもそも連立方程式って何なのだ。こんにちは、四国メタンです。ずんだもんなのだ。春日部紬です。G 検定とか DS 検定の勉強をしてるとベクトルとか行列の話がちょいちょい出てくるのだ。ぶっちゃけベクトルとか行列とかうざいのだ。確かに計算方法を覚えるのは良いんですけど、理屈とかよくわからないんですよね。ぶっちゃけベクトル、行列自体に理屈は存在しないわね。断言した。つまり必要のないものを。必要性はあるわね。計算が楽になるという効能はあるわ。その計算が楽になるイメージが湧かないのだ。めんどくさいだけなのだ。じゃあ簡単に行列の存在意義について解説しましょうか。確かにそこら辺を教えてもらえるとベクトル、行列の計算を覚えるモチベーションにもなりそうですね。マジでよろしくなのだ。こんな感じで解説していくわ。行列の存在意義。行列を使って連立方程式を解いてみる。吐き出し法、逆行列の求め方。そもそも連立方程式は何を解いているのか。連立方程式の存在意義は。ちょっと待つのだ。途中から行列じゃなくて連立方程式の話に変わってるのだ。あーしもそこは引っかかりましたね。説明を聞くとわかるけど、かなり密接な関係性があるわ。よろしい。ならば説明することを許可するのだ。なんで態度でかいの？行列の存在意義。まずは行列の存在意義について。もう行列とかこの世から消えてほしいのだ。確かに行列とか何のために存在しているのか全然わかりませんよね。基本的には連立方程式をルールベースで解く手法ね。早速出てきましたね。連立方程式。連立方程式はちょろいのだ。中学2年生くらいで習うのだ。そうね。ところがコンピュータは連立方程式が解けない。まあ頑張ってプログラミングすれば解けるのでしょうけど、基本的には解けないわね。つまりコンピュータは中学2年生にも劣る存在。まさにその通り。そして行列を利用するとコンピュータが連立方程式を解けるようになる。なるほど。具体的なことは分かりませんけど、行列を使うことでコンピュータを最大活用できるようになるってことですね。まあ本当は複雑な連立方程式を人間が解く場合に利用することが元々の行列の動機なんだけど、まずはコンピュータの最大活用を動機とした方が現代における行列の位置づけとしては正しいかもね。その話を聞いたらちょっとモチベーションが上がってきたのだ。行列を使って連立方程式を解いてみる。というわけで簡単な連立方程式を行列を使って解いてみましょう。まずは実例ってところですね。途中逆行列という概念が出てくるのだけど、ここでは 2×2 の正方行列の逆行列の公式を利用するわ。ようわからんけど公式を丸暗記するのは得意なのだ。ちなみに DS 検定でも出題される公式みたいね。G 検定の方は今のところ出題されてないみたいだけど、シラバスの範囲からすると出題されてもおかしくないかも。いきなり重要な情報をぶっ込んできましたね。丸暗記なのだ。そしてこの連立方程式を解くことにするわ。二元一次方程式ってやつですね。二元が2種類の変数。一次が類乗が1ってことだったのだ。これを行列で表現するとこうなる。係数が行列側、件数がベクトル側に分かれるんですね。そして両辺を係数部である行列で割る。ちなみに行列においては序算というものはなく、正確には逆行列をかけるになる。ここで逆行列ってのが出てくるのか。さっぱりわからんのだ。
逆行列にする前の元の行列のことを正行列と呼ぶわ。そして正行列と逆行列をかけると単位行列になる。単位行列は正方行列の対角部が1、それ以外が0の行列のことで、この行列をかけても割っても計算結果が変化することはない。つまり行列の積においては削除して OK。 なんかいつの間にか x と y を求める式に変わりましたね。でも逆行列の具体的な数値がわからないから求められませんけど、ここでさっき丸暗記した逆行列の公式を使うのだな。そうよ。まずは逆行列を算出してみましょう。この逆行列の結果を先ほどの式に当てはめるとちゃんと解けてるのだ。ちなみに行列とベクトルの積は以下になっているわ。確かにこんな公式だった気がします。という感じで行列を使うことで連立方程式を解くことができる。すごいのだ、行列。でも逆行列が簡単に求まればの話で、今回は 2×2 の行列を前提として公式を使ってましたけど、それ以外だとどうなるんですか？じゃあ逆行列の求め方を説明しましょう。なんか沼の波動を感じるのだ。吐き出し法逆行列の求め方。逆行列は吐き出し法という数法で求めることができるわ。またようわからんものが。これは i を単位行列として ax イコール i を考えた場合、x は a の逆行列であるという理屈を利用した数法ね。何言ってんのかさっぱりわからん。まあここではそういうものがあるって程度で聞き流してもらって OK よ。聞き流すのは得意なのだ。さっきの行列に対して吐き出し法を適用してみるわ。左側を元の正行列、右側に単位行列を置く。2行目に5分の2をかける。2行目から1行目を引く。2行目に5をかける。2行目にマイナス13分の3をかける。1行目から2行目を引く。1行目を2で割り、2行目を3で割る。よって逆行列はこうなる。よくわからんが逆行列が求まったのだ。でもこれをコンピュータにやらせるのも大変なような。一見すると複雑なことをやってるように見えるけど、行列の対角部以外を0にするように各行の引き算を行って、その後対角部の数値で行全体を割って左側を単位行列にしているだけね。それほど複雑な演算にはならない。複雑の定義を問いたい。まあ昨今のプログラミング事情からすると逆行列を算出するライブラリは整ってることが多いから、自分で吐き出し法を使って逆行列を求めるシーンはほぼないわね。つまりコンピュータ様にお任せで OK ってことなのか。そうね。それだったら楽そうだし、行列の存在意義もかなり出てきますね。そもそも連立方程式は何を解いているのか。今更な気もするけど、そもそも連立方程式って何なのだ。2つの方程式があって、それの両方の方程式が成立する x と y を求めてるんじゃないですか。それはわかるのだけど、それって結局何が求まってるのだ。改めて聞かれると何を求めてるのかよくわからないですね。連立方程式は複数の方程式の交点を求めているわね。交点？例えば以下の連立方程式を元に説明すると、それぞれの方程式はこんな軌跡になって、その交点が連立方程式の解になる。Python の NumPy を使用して逆行列を求めて連立方程式の解を求めるとこんな感じね。ちゃんと交点なのだ。連立方程式の存在意義は、連立方程式が交点を求めてるのは分かりましたけど、そもそも交点を求める意味ってのも知っておきたいですね。確かに交点求めてどうするのだ。まあ利用方法としてはいろいろあるのでしょうけど、具体例として挙げると、戦闘機にミサイルを命中させるには交点を知っている必要がある。自動運転で自車以外の移動帯の予測した上で交点を求めないと衝突回避できないとかかしら。
ミサイルの話はちょっと物騒ではありますけど、確かに交点を求める必要はありますね。実際には2次元じゃなくて3次元空間だし、戦闘機も常にまっすぐ進んでるわけじゃないから、もっと複雑な演算にはなるとは思うけどね。でも存在意義についての説明としては十分な気はするのだ。まとめ。それでは今回のまとめよ。簡単に行列の存在意義を説明。当然連立方程式以外にも利用シーンは多数あるが、まずはシンプルなもので、逆行列は吐き出し法で求められる。ただし言語側で逆行列を求められる機能が入っていることが多いので、自身で計算することは少ない。連立方程式は複数の関数の交点を求めている。行列の存在意義がよくわかったのだ。でも G 検定 DS 検定との兼ね合いまでは分かりませんでしたね。そうね。G 検定 DS 検定との兼ね合いについては、ベクトル行列を利用する線形代数学を知る必要があるわね。数学は嫌なのだ。ちなみにこの線形代数学は解説できたりするんですか？まあ基礎的な部分だけであれば可能ね。よし、解説してもらおう。以上で本動画は終了です。ベクトル行列に対して苦手意識を持ってる人は多いと思います。でも単なる演算テクニックと捉え、使えそうなところで使えば良いと思えば、少しは見え方が変わるかもしれません。ミサイルを命中させたいのだって思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくなのだ。物騒すぎでしょ。行列の存在意義より前に、このチャンネルの存在意義が不明で草って思った人も高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。なんでそんなひどいこと言えるの。それでは最後までのご視聴ありがとうございました。ミサイル発射。